皆さんこんにちは。私のチャンネルにようこそ。ちょっと植物関係のビデオが最近やってないんで、9月に入ったんで8月に新入りちゃんがたくさんいるんで、その植物の紹介をしたいと思います。結構いっぱい気づいたら結構買ってたんで、9個くらい、8個か9個、ちょっともう一回数えてみますね。買ってるんで、その子たちの紹介したいと思います。でまず1個目ね、目立ちますよね。これすごくないですか？私いろいろビデオで YouTuber とかの植物紹介でこの子を見て欲しいって思ったんですけど、私の顔より葉っぱがでっかいっていうこの子、アロケイシアポリとかアロケイシアアマゾニカとか言うんですけど、アロカシア、日本語ではアロカシアって言うんですけど、もうね、迫力がすごいですね。葉っぱのかっこよくないですか？なんかお面みたいな感じですよね、本当にね、このかっこいい葉っぱ見た瞬間一目惚れして探して買っちゃいました。今この子たちは湿気を好むんで、そこに石を詰めて水を入れて、こういう風にその上に置いてあげてるんですけど、ちょうど置いてるキャビネットの上に置いてるんですけど、ライトがついてあって上に、でそのライトが温まって、でこの底が温まってくるんで、それが水の蒸発をすごい多分本当に加湿器みたいな感じになってるんでしょうね。温まってすごい蒸発して、多分好んで、その環境を好んでくれてるんで、今すごい新しい芽がいっぱい入ってるんですよね。見えますかね？すごくないですかね？やっぱ湿気がないとすぐ葉が落ちちゃうんですって。買って次の日に1個ちっちゃい葉っぱもここにもう1個いたんですけど、それが落ちちゃってやばいと思ったんですけど、今の新しい環境すごいね気に入ってくれてるんで、いっぱい葉っぱ出してくれてます。で、この子次に紹介したいのが何に見えますか？スイカに見えません？これめっちゃ可愛いんですけど、ほんまこれは、Watermelon Peperomia って言って、スイカ、日本語ではスイカペパロミアって言います。もうそのまんまですよね。スイカです結構ね分厚い葉っぱ、ペパロミアで分厚いんですよね。葉っぱも結構ね、わかりますかね。でこの子たちも湿気を好むんで、アロカシアの隣に置いてあげてます。アロカシアのそこに引いてある水をちょっと頂戴してね、結構元気に育ってくれてます。新しい葉っぱは1個、この子ですね。この子が最近生えてきましたね。でもっと生えてくれたらいいんですけど、写真なんだ、インスタとか見たらね、すごいブーケみたいな感じでふっさふさになるみたいなんで、それくらいになってくれたら嬉しいです。はい、可愛いですよね。スイカちゃんです、私の。で次が色すごい綺麗じゃないです？これはちょっと名前を何やったっけ書いたんですけど、失礼。ストロマンテトリオスターって言って、英語ではストロマンテって言います。葉っぱの裏が紫、すごい紫ですよね。紫で上がピンクとか緑とか白の色になってて、すごい色が綺麗ですよね。でこの子たちも、この子たちはプレアプラント、マランタでしたっけ？マランタたちと同じ分類に入るんですかね。親戚みたいな感じなんですかね。なんで夜になると葉っぱが全部上に上がります。寝るね、プレアプラントみたいな、お祈りしてるみたいに。
ね、でこの子もマランタと同じ分類なんで湿気好むんで、この3つアロケシアとスイカペパロミアと一緒に隣同士にして置いてあげてます。お互いの蒸発、下に置いてる水の蒸発したものをお互いなんていうの、分け合ってる感じで、でもすごい多分環境がいいと思うんで新しい芽がいっぱい生えてきてます。でまだまだありますよ。次がこれ発音、英語も私も発音できてるセンダタスペクタスっていうんですかね。シラフ、日本語ではシラフカズラっていうんですけど、つるみたいに伸びるポトスとかフィラデンドロンとかと同じような、ね、種類なんですかね。葉っぱの、ね、縁がシルバーで縁取られてて、でなんか点々っていうか模様がシルバーのいろんな模様がついてるんですけど、結構ね葉っぱ触ったらちょっとベルベットみたいな感じの感触なんですよね。で色がすごい可愛くて、この子はお姉さんのコテージの近くにあった園芸店、ちょうど買い物、ね、スーパーに行こうと思ったら園芸店見つけたんで、そこにちょっとね泊まってちょっと見るだけと思ったんですけど、そんなわけなくこの子を見つけて買っちゃいました。でもう一個実はそこで一つだけではなく2つ買ってるんですよね。でもう一個はじゃじゃん、すごいですよねこの子。これはフェアリーキャッスルって言って、日本語でもフェアリーキャッスルって言います、ね、サボテンですよね。本当にお城みたいですよね。もうそのまんまです。おとぎ話に出てくるようなお城っていう名前です。直訳で言うとフェアリーキャッスルですね。サボテンなんで日当たりのいいところに置いてあげてるんですけど、なんかもうあんまりにもすごいなんかボツボツしてるんで、育ってるんか大きくなってるんかちょっとあんまよくわからない感じなんですけど、全部ねこっち向きに出てるんで、ちょっと日にこっちを当ててこっちもちゃんと育ってくれるように反対向きで置いてるんですけど、大きなってるんかあんまようわからんけど、多分ちょっとは大きくなってるんですかね。でも形がすごいですね。かっこいいですよねこれも。はい、これ買っちゃいましたこの子旅行中に。はい、で、次まだまだいきますよ。これは友達植物、夫の友達親友なんですけど、夫の親友も植物大好きで、どっちかっていったらその親友の家に行って、その親友の旦那の夫の友達の家に行って、その家がすごい植物いっぱいあってすごいおしゃれなんですよね。それに多分それがきっかけですかね。多分こんなに植物欲しいなって思った。その人の家に行って家が素敵で、そう私もこんな感じにしたいと思って植物多分飼い始めたきっかけなんですけど、そのお友達が、私これ欲しかったんで、それをたまたま自分も買った時に秋にも買ってあげようって言って買ってくれました。なんでこれは、お友達からいただいたものです。これも日本も結構ありますよね。アンスリウム、アンテリウムって言って、日本語でもアンスリウムって言います。赤のね、多分ピンクとか他の色の花のものも売ってるんですかね。ピンクと赤どっちがいいって聞かれたんで、赤の方が私は色がねすごい緑とね合ってて綺麗なんで赤を選びました。この子もこの子は旅行初めもらった時はお花がこの123、このなんかもう破けためっちゃ切れたちょっとしかないこの3つしかなかったんですけど、3連休お姉さんのコテージに行って帰ってきたらあれってこの4つ目この子が咲いてたんですよね。なんでラッキーって感じです。もうねこっち寒くなりだしてるんで、そんなにもう植物成長せえへんかなって思ってたんですけど、今すっごいいろいろ成長ね、他の植物もすごい成長してくれてて、
やっぱ日当たりがいいからですかね、うちのマンション。この子はちょっと暖炉が暖炉っていうか偽暖炉っていうんですかねの上に置いてるんで、ちょっと日がそんなに当たらないんで、グローライトをつけてグローライトで育ててあげてます、ね、グローライトでこんだけ、ね、花咲かせたんですごいですね。グローライトって私もっと多分冬になる前にもっと買っておこうかなってグローライトを思ってるんですけど、アンスリウムです。おいしょ。でこっから半入りちゃんの新入りちゃん。この子はこれは Variegated Rubber Tree ですかね。本当の名前はもっとね、ごめんなさい、あったんですけど書き忘れたんですいません。でも半入りのゴムの木です。でゴムの木ってね、もっとすごい濃い緑なんですけど、半入りなんですごい薄い感じの緑で、そこに白いなんか本当に水彩画っていうんですかね、描いたような感じじゃないです。描いたっていうかペイントでブラシで描いたみたいに綺麗じゃないですね。すっごいもうね、全部葉っぱ1個違う柄が入ってるんで、もう一日見てても飽きないですね。毎日葉っぱ拭いてあげたいってくらい見てます。でこの子は、近くのローカルの、自分でやってる自営業っていうか兼自宅ですよね。家の中で植物飼育して売ってるんですけど、ウェブですね。 Facebook にページがあって、そこでオンラインでオーダーしてピックアップ送ってもくれるんですけど、家から近いんでピックアップするっていうシステムのところから、15ドルやったんですけど、サマーセールで12ドルで買えました。すごいお得やと思います。この子よく見たら4本の木からなってるんで、もうちょっとね大きく成長したら別々にしてあげようと思うんで、4本で12ドルってめっちゃ安くないですか、楽天とか日本の楽天とかでも金額調べたんですけど、あんま変わらん感じですね。金額って1500円とかそれくらいで売られてたんで、日本とあんまり金額変わらないですね。でもやっぱりこれも人気みたいですね。日本でもすごい可愛いです、うちの半入りのゴムの木です。でもう一個半入り買ったんですけど、同じローカルのそのお店から買ったんですけど、これはVariegated Peace Lily って言って、日本語ではこれも結構有名な植物だと思うんですけど、半入りスパティフィラムっていうものの半入りなんですけど、1ヶ月前に買ってるんですけど、もうすっごい大きくなって、しかも花なんか咲いてなかったんですよ。ここに花ありますよね。これも3連休のお姉さんのとこに遊びに行って帰ってきたらあれ咲いてるみたいな。なんか花って結構なんか咲かすの難しいって書いてたんで、よっぽどなんか日に当てないと花って咲かないって言うんですけど、でも半入りってあんまり半入りの植物って直射日光あんま良くないみたいなんで、ちょっと窓から3メートルくらい外したところに置いてるんですけど、帰ってきたら花が咲いてました。すごい嬉しいでこの子も湿気好むんでそこに石引いて、受け皿の底に石を引いて水を入れて置いてあげてますすごい葉っぱの柄もすごくないです。版が入ったちっちゃい赤ちゃんじゃないけどちっちゃいこっから生えてきてるのも全部すごい綺麗な柄してて、もう半入りがすごい、半入りハマりまくって、半入りばっかり最近見てるんですけどゴムの木は半入りじゃないのも買いたいなと思ってるんで、今度見たら買おうと思うんですけどこの2つ半入りで、ゲットしました。綺麗なスパティフィラムです。
すごい綺麗ですね。こういうのもこの子はいくらだったかな、18ドルで買ったんかな。18ドルね、安いと思います。こんだけね大きくて18ドルは。はい。でこれで全部なのかなあ、違う。アンスリウムくれた人が、失礼、そのアンスリウムくれた友達が2つ、他にも2つくれてたの忘れてましたこの子なんか毛がふさふさしたサボテン、名前忘れちゃった。調べたんですけどちょっと書き忘れてましたね、すっかり。なんか英語ではおじいちゃんのサボテンみたいな感じの名前やったと思うんですよね。ちょっと下の方に書いときますね、調べて。でもなんか櫛で研いであげたくなるくらいね、毛が可愛くないです、これね。これとこれはね、何なんですかね。なんていうかな、スターフィッシュ、忘れた。またちょっとこれも調べます。でもなんか多分サンスベリアの種類のなんかですかね。それが多肉植物なんかな。知ってたら教えてください。でもこれとそうアンスリウムといただきました。ちょっともうちょっと植え替えてあげないといけないんですけど、ちょっと近日また植え替えてあげます。ポテって落ちてるんで。はい。なんで8月は12345678910個新入りちゃん我が家に来ました。今合計でこの前調べたら合計で多分37個くらい今家に植物があるんで、ね、もうちょっと40いきますね。でももっとまだまだ全然足りないですね。足りないっていうか欲しい植物がありすぎてね、数とかじゃなくていくつか欲しいリストがあって、その中の植物を見つけて買ってるんで、ランダムにこのフェアリーキャッスルとシンダプサスなんていうかね、忘れた。これは衝動買いみたいな感じなんですけど、他は全部欲しいものを自分のウィッシュリストのリストから買ってるんで、数ってわけじゃないんですけど、まだまだいっぱいあるんです、欲しいのが。なんでまた購入したら紹介しますね。次回は次のビデオはコテージに遊びに行った時に、あれどこ行った、ここや。お姉さんのコテージに遊びに行った時に苔をちょっとね、聞くの忘れたけど勝手に掘って持って帰ってきたんですよね、庭にあった。でなんか星型の苔、名前なんて言うんですかね、知ってる人教えてください。この苔をちょっと掘って持って帰ってきたんで、虫がいないかちゃんとニームオイルとか全部シュッシュして数日置いてるんで、この子と多分1個目か2個目のビデオで紹介してるバレンタインファンとブルースターファンっていうファンの植物ですよね。湿気が多分あんまりやっぱ足りてないんかちょっと元気ないんでテラリウムにしてあげようと思ってるんで、この苔とその2つのファンをテラリウムに入れてあげたいと思うんで、それのビデオをせっかくなんで撮っていきたいと思いますね。テラリウムの作り方みたいなんで近日アップロードしますね。では今日はこれでおしまいです。見ていただきありがとうございます。バイバイ。